Hey, what's up, what's up? 皆さんこんばんは。NBA アナリスト、佐々木クリスです。おっと、画面が皆さん聞こえてますかね。というわけで、NBA ファイナルを語らずして何を語る NBA アナリスト、佐々木クリスでございます。こんばんは。人類、そして生物史上最強の飲み物、H2O。MIZU とも言いますね。水とともにお届けしていきたいなというふうに思います。皆さんぜひよろしくお願いします。でね、前回ゲーム1の振り返り動画、作りましたけども、あの時にもね、ちょっと告知した通り、やはり分析をして、そして映像選択をして、さらにそれを撮って編集してというのはちょっと僕には荷が重くてですね。こんな感じで今日はゲーム2を生で振り返りつつ、映像チェック、映像分析もこのモニターに映しながら皆さんの前でお送りしていきたいなというふうに思っていますので、ね、ちょっと見にくいところも多々あるかもしれませんが、その辺はあしからずということで、ぜひね、お付き合いいただきたいなというふうに思いますよ。はい。映像協力はもちろん、僕も解説しています。NBA 楽天さんです。ビッグ感謝でございます。はい。そしてね、もう皆さんも、第2戦ご覧になっていると思います。ネタバレも気にせずね、今日も話していけるんじゃないかなということで、はい。第2戦勝利したのはゴールデンステイトウォリアーズ。はい。いやー、素晴らしかったですね。はい。もう1勝1敗。ウォーリアーズとしてはホーム2連勝したいところ、第2戦はね、かなりなんていうのかな、それぞれが、任務に駆られて、やり返さなきゃいけないっていうようなね、ある意味向きになった気持ちで、やり返した。そして一戦、1勝1敗と。逆にボストンはね、2勝できたんじゃないかなっていうこともね、ユドカヘッドコーチが言ってましたけども、いや、アウェーで2戦取ってたら、凄まじい、なんかね、展開というか、予想だにしなかった展開になっていったんじゃないかなというふうに思います。はい。いや、本当にたくさんの方々が、もうすでにね、コメントくださってますね。てつさん、クリスさん、公認の切り抜きチャンネルあるんですか？はい、ご連絡いただきまして、なんと切り抜きチャンネルをしてくださるということで、佐々木クリスね、ハイカロリー、ハイボリュームで、なかなかね、夜にカツ丼とラーメンと、さらには、カレーというよりはクリームシチュー、全部食べる桜木花道みたいな感じで、なかなかね、フットワーク軽く、消化できないところも多々あるチャンネルなんじゃないかなと思いつつも、僕がね、喋りたいことを喋りたいように、喋れるように作ったチャンネルでもあるので、その辺気にせずね、最近はもうひたすら喋ってるんですけど、ただね、切り抜きしていただけるというのは非常に光栄なことですし、皆さんの、バイトサイズですね。一かじりぐらいな感じのサイズにしてくださるっていうことで、切り抜きチャンネルを作ってくださるというね、連絡をいただきまして、それでしたら、ぜひね、そういったことも、皆さんに喜んでいただけるのであればということでね、お願いした、次第です。はい。というわけでね、確かにクリスさんの動画はカロリー高めですね。見応えたっぷりとも言えますが、ユージさん、ありがとうございます。そして、ケンチャーさんからスーパーチャット、ビッグ感謝いただきました。佐々木マンさん、こんばんは。ひふへほ。そうですね、ゲーム1の4クォーターの衝撃と、ゲーム2のいつものゴールデンステイトの試合という流れから、次のゲーム3がどうなるのか気になります。いや実に気になりますね。やっぱり3クォーターだけ見るとね、このシリーズでもゴールデンステイトウォリアーズ、無類の強さを誇っているということで、この辺ね、たっぷりとお話ししていきたいなというふうに思いましたね。こんばんばーんしましたね、ウォーリアーズ。なるほど。こんばんばーん。そうですね。マイク・ブリーンさんがね、残念ながら、欠場となっていて、バンバンが聞こえないっていうのがね、
ちょっと残念ですけれども、サブスティュートで入ってるの誰だったっけな、交代で入られている方もすごく優秀な方で、ちょっとまた味は違うんですけど、ね、英語実況の、ね、方も僕はね、楽しませていただいてますけど。うん。はい。というわけでね、早速ゲーム2入っていきたいなというふうに思います。皆さんよろしいですか？で、ケンチャーさん、ビッグ感謝いただいたの大変ありがたくて、素晴らしいタイミングだったんですけども、ちょっとね、この生配信、あくまでも僕のゲーム2の、解説をして、そしてゲーム3に向けての、展望だとか、こういう注目ポイントがありますよっていうお話をするためのライブ解説的な感じなので、皆さんにちょっとここでね、お願いしたいのはですね、僕の、解説を聞きながら、皆さんがチャット欄でわっちゃわっちゃしていただいてですね、楽しんでいただくというのは、これもまた一興ではございますけれども、僕一回解説に入ったりすると、ちょっとチャットを見れないかもしれません。どちらかというと自分のメモを見ていたり、この画面を見ながら解説をさせていただいたりするので、もしダイレクトに、佐々木マンに、ちょっとね、質問をしたいという方はですね、ぜひ後半に取っておいていただいて、じゃあここからはゲーム2、ゲーム3について質問ある方、伺っていきますよ、みたいな。もしかするとね、1時間後からもしれないんですけど、ちょっとね、今日は本当にいろんなプロジェクトが動いていて、ちょっとね、ノートもまとめきれてないっていうところもあるので、ゲームの時系列だけじゃなくて行ったり来たりするところもあって見にくいかもしれないんですけど、そういう、スーパーチャット、ビッグ感謝、それから質問のね、ある意味ルールセットを、ここで、させていただいて、進めていければなというふうに思います。いかがでしょうか？OK です。ユージーさん、了解です。はい。了解です。チャット欄は気にせずどうぞ。わかりました。1時間聞きましょう。ピナコロさん。はい。ビッグ感謝です。じゃあね、そろそろ、ゲーム2の解説に入っていきたいと思います。ちらちらと、コメントは、一応、見れるようにも頑張りたいと思いますが、はい。ね、いきたいと思います。さあ、というわけでね、先ほどもちょっと、食い気味でねですね、ゲームの話に入ってきましたけども、ゴールデンステートウォリアーズがバウンスバックしたゲーム2ということだったんですけども、非常にね、ドレイモンド・グリーンはじめですね、非常に鼻息荒くゲームに入ってきましたね。残念ながら、アンドレ・イグダーラ、膝が腫れてしまった模様で、欠場となりましたね。で、ゲーム1、ともすれば、ウォリアーズファンからしてみれば、3クォーターまで勝っていてという意味では、適切な危機感が足りなかった4クォーターにあれだけのね、振り幅、プラスマイナス24点分というふうになってしまったので、その適切な危機感を少し手放してしまったあのゲーム1からどうバウンスバックするのかっていうところで言うと、ゲーム2はね、マストウィンとは言わないですけど、危機感十分だったということが言えるんじゃないかなというふうに思います。1クォーター始まって、ジャンプボール直後にホーフォードにマッチアップしていたドレイモンド・グリーン、いきなりね、プレッシャーで、またジャンプボールに、持ち込んだりだとか、そうですね。それからボストンもターンオーバーで始まっちゃった。でね、ゲーム1は少しロバート・ウィリアムス3世にマッチアップされて、僕のマッチアップはロバート・ウィリアムス3世かぐらいの感じに、ちょっとニュアンス的にはね、感じられた。アンディル・ウィギスも、ロバート・ウィリアムス3世は僕に対して引いて守るんだよねとか、ヘルプ強めに行くんだよねっていうのをしっかり認識した状態でゲーム2入ったので、彼もちゃんと映像分析とかアシスタントコーチたちの助言をもとにですね、どういうところにチャンスがあるのかっていうのをしっかり考えながらゲームに入ったんじゃないかなというふうに思います。でウィギンスがスリーポイントを決めると、ジェイレン・ブラウンもお返ししましたね。はい。で、カリーもね、ちょっと横着なターンオーバーをしてしまうんですが、注目はファーストプレーでホーフォードとマッチアップしていて、そこでボールを奪いに行ったドレイモンド・グリーンだったんですが、なんとこのゲーム2では、そのファーストプレー以外はですね、クレイ・トンプソンがホーフォードにマッチアップするというマッチアップに変更していたんですね。で、ドレイモンド・グリーンがゲーム1大爆発した、4クォーターに大爆発したジェイレン・ブラウンにマッチアップしていたということなんですね。はい。それでもですね、確かね、ボストンの最初の13得点のうちは、ジェイレン・ブラウンが9得点を挙げる。ちょっとね、ホーム側のゴールデンステイトも鼻息は荒いんですけど、
ちょっとこうエンジンかかるのに時間がかかったなとは思いました。その中、ジェイレン・ブラウンが直接ドレイモンド・グリーンのマッチアップに対してバンバンスコアしていったっていうよりは、ゴールデン・ステイトの方にもターンオーバーがあったり、トランジションでクロスマッチアップになって、その中でジェイレン・ブラウンがクレイ・トンプソン越しのスリーポイントを、45度のエリアとかで、ポンポンと決めたというところですね。ただね、ステフ・カリー、1クォーターも非常に記憶に残るパフォーマンスだったんじゃないかなと思います。彼が10得点上げて、こうじりじりと主導権を握り返して、で、カーヘッドコーチがね、こうコートに投じる選手たちそれぞれが貢献していくというところですね。で、ウォリアーズはバランスよく1クォーター攻めているのに対して、セルティックスは1クォーターの30点のうち26点は失礼。2Js、テイタムとブラウン、よるものでした。だ1点リードで、ウォリアーズリードで終わりました。はい。で、この時点で、細かいところもね、この後ちょっと映像で見ていきたいなっていうふうには思うんですけども、非常にこう、ターンオーバーですよね。で、ターンオーバーが連発する前にですね、ボストンはいいシュートを放ってるんですが、トータルでこう、7連続ミスっていう時間帯も、あってですね、最初は5分の5ですごいもうスタートダッシュからドーンと出たので、うわーゲーム2の勢いそのままだなっていうふうには思ったんですけども、トータル7本ミスがその後に続いた。個人的には、いいシュートもたくさんだったので、もっとリードしてもおかしくないなっていうふうには思っていたんですが、先ほど言った、カリーがですね、徐々に点を、上げたり、5分30にはゲイリー・ペイトンセカンドを入れて、スタンディングオベーションでね、迎えられましたよね。いや、結構大胆なラインナップを1クォーターから組みました。カリー、ジョーダン・プール、ゲイリー・ペイトンセカンド、クレイ、ドレイモンド・グリーン。かなりね、サイズ、低めのスモールラインナップで行きましたけども、一時22対13になったのかな。でも、その前に、ドレイモンドはもうすでにテクニカルを吹かれている。そして5分切ったぐらいの段階で、グラント・ウィリアムズ入ってたんですけども、ボーンとね、若干タックル気味の、接触があって、現地のヴァンガンディさんなんかもね、いや、これはちょっとグラント・ウィリアムスのディフェンスファールかわいそうだよねって。何をすべきだったのみたいな言い方してたんですけども、ドレイモンド・グリーンがやってたことは、レフリーに対して、一度テクニカルを吹いたけれども、僕を退場にさせるためには相当なことじゃないと、退場を吹くっていうのは許されないよみたいなね、駆け引きをしていたのかなというふうには思います。ただ、あれだけ竹々しさがあってのドレイモンド・グリーンというのも、加味しなきゃいけないのかなと思いますし、それによって、ボストンの方も徐々にこう、苛立ち始めていたりだとか、なんかジェイレン・ブラウンがね、ドレイモンドこんなに野放ししてていいのみたいな、レフリーとこう話し合っちゃったり。でもレフリーもドレイモンド・グリーンの重要性とか、これ逆でも同じなんですけども、些細なことで、例えばボストンのホーフォードが、もうほんの些細なことで、テクニカル2つで退場っていうことは、NBA 全体では、どちらかというと、あってはいけないよねっていうふうに笛がアジャストされると思うんですね。で、これは、現地の解説員の、元、こう、長年ね、レフリーを務められていた方も言っていたんですけども、杓子定規に笛を吹くのではなくて、こういった場合は、現場のレフリーたちにフィールフォードゲームで、なんていうんですかね、こう、その塩梅といいますか、情状酌量の余地があるっていうのかな。ここはね、彼らが決めれる、のりしろみたいなものがあって、それにのっとって、あまり簡単にそのキープレイヤーというか、このファイナルの舞台では、前もね、多分動画で解説したんですけども、選手たちにゲームを決めさせる文化。だから4クォーターのキリキリとした展開になると、プレーオフになればなるほど笛が鳴りにくいっていうのはそういうことで、多少の接触があっても、お互い様なんだから、プレーし続けて、君たちのタレントと実力と戦術、遂行力でゲームを決めてください。あなたたちが主役だからっていうのがあるわけですよね。ただね、ドレイモンド・グリーンの駆け引きがもう1クォーターのね、半分も過ぎて間もなくっていうところであるっていうのは、
結構ね、際どい綱渡りだったなというふうには思いました。まあ、そんなこんなでですね、ゴールデンステイトも結構イージーレイアップもミスしていたんですが、31点を挙げた。そして逆にボストンはいいシュートを打ちながらも外してしまったりだとか、あとはもう、ターンオーバーですよね。で、ターンオーバーの質っていう部分をこれからちょっと映像でも見ていきたいと思うんですけども、例えば1クォーターのターンオーバーだけで見ると、マーカス・スマートが結構大胆すぎるパス、もう自分はね、マーカス・スマートも素晴らしいパスターだけども、もうともすればクリス・ポールか、ルカ・ドンチッチかと、なんていうのかな、思ってしまってるほどの、ちょっと横着する大胆なパスを2本してしまったり、トランジションで攻め立てようとしたテイタムが、すごい、ダニエル・タイスが、速攻の中央で、パスかドリブルかもすごい難しいような中間で、ボールをつなげいかなきゃいけないタイミングでボールを渡しちゃうと。ビッグマンにね、状況をさばききるようにパスしてしまうっていうのは、ちょっと荷が重いかなっていうふうに思いましたね。あとは、テイタムが強引なスイッチされた後なんですが、ディフェンダーとディフェンダーの間を割っていくスプリットですね。24対20、リードしてた場面であそこまでやっていく必要はあったのかとか、あとは1クォーター43秒残して、2-4-1を狙うことに結構躍起になって、ハーフラインを超えるぐらいで、ルーニーとマークマンに挟まれて、ウィギンスに挟まれて、狭いところでターンオーバーしちゃったり、ちょっとね、状況判断が良くなくなっていったんですけども、これもね、やっぱり苛立ちといいますか、自分たちがいい形で入っているのに、ウォリアーズの鼻息の荒さとか、そのディフェンスの気迫に、どんどんリズムを狂わされていったっていうような感じですね。で、最後のターンオーバーなんかも、ホワイトがね、絶妙なドライブをゲーム1からしてるんですけど、またドライブをした後に、ディフェンスは引いていて、むしろホワイトがフローターぐらいを打っていけば一番ベターだったんですけども、ディフェンスが引いてるのに、ロングペイントの位置で、アル・ホーフォードに強引にパスを通そうとしちゃって、これがターンオーバー。1クォーターの締めくくりだけで、3回ほどターンオーバーをしてたんですよね。この辺がね、すごく野心的だったのかなっていうふうに思います。RY87 さん、ビッグ感謝いただいております。いつも配信ありがとうございますということで、スーパーチャットいただいてるんですが、ホーフォード、スマート、ホワイト、ゲーム2、抑えられていた。この辺はね、僕の解説の中でもこの後話していきますし、途中からね、参加された方に今、もう一度念を押しておきたいんですが、今日はいつもの動画解説を生でやっているスタンスなので、ひとしきり僕の解説が終わった後に、スーパーチャットや、そして質問なども、いただけると、これはね、時間がある限りお答えしていきますので、ぜひね、ひとしきりゲーム2の解説を聞いた後に、皆さんからの、スーパーチャット、質問いただければと思います。はい。さあ、そんな感じで、1クォーターのボストンのそのターンオーバーっていうのは、ボストンの横着や野心的すぎるところが半分、そしてゴールデンステイトの、ディフェンスのアジャストメント半分と思いました。じゃあ、どんなディフェンスのアジャストをしていたのっていうところで、ちょっとね、映像なんかも見ていきたいなというふうに思います。切り替わるかな？切り替わりましたね。はい。映像協力は、いつも僕も解説させていただいている NBA 楽天さんです。ビッグ感謝です。で、皆さん、前回のゲーム1、テイタムがキャリアハイ13アシストしていましたよね。覚えてますか？で、テイタムが7アシスト以上で、なんと今季、ボストンは17勝2敗というデータもあのゲームの後に出ていました。しかも、ここ14試合は連続で、勝利していたということでですね、ゴールデンステイトウォリアーズの一番大きなアジャストメントはですね、ゲーム1はテイタムにはやられたくない。なので、周りの選手たちに裁かれても仕方ない。こういった守り方だったと思うんですけども、ボストンにすごくいい循環が、ある意味、生まれてしまったわけですよね。はい。その一方で、ゲーム2はですね、テイタム、ブラウン、1クォーターで30点のうち26点取っていますね。先ほどの、RY さんの、質問の答えにもなってくるのかなと思うんですけども、テイタム、ブラウンが、合計で、なんていうんですかね、90点取って負けるんだったら仕方ないけれども、早めのヘルプは行くのはやめよう。
テイタムに対して加勢するにしても、それは遅めのヘルプにしていこうっていうような、ニュアンスだったと思います。ゲーム1、動画見ていただいた方、もう最初のテイタムのアシストの時点でですね、かなりテイタムがスイッチアタックをする時点でよりが強くなっていて、もう本当シンプルにマーカス・スマートに流すだけでアシストがついたんですね。でこのゲーム2、今テイタムがここでボールコントロールしています。スマートが1枚目のスクリーンをかけてきて、ウィギンスを剥がせて、ステフ・カリーと、次にロバート・ウィリアムス3世がかけてくれるスクリーンに入っていけた方が、やはりテイタムとしては、プレッシャー感じずにプレーできますよね。ステフ・カリー、ここでね、ちょっと腰あたりに、これはね、ギリギリファールじゃない範囲でこうしがみついてるんですが、これは、ゴースティングとかピックアンドポップで、一気にスマートがこっちに駆け抜けた場合、ギリギリついていける。そして、アンドリュー・ウィギンスが万が一スクリーンにヒットした場合、自分は一気にテイタムにヘッジしていけるような絶妙なバランスを探そうとしています。で、ここでスマートは、最終的には難なくすり抜けていく。カリーも、一安心というところですけども、ここで2枚目のスクリーンがいきますね。で、この2枚目のスクリーンにこのまま直線的なドリブルで入っていくと、テイタムもうまくスイッチを、ルーニーのスイッチ引き出せないので、インサイドアウトを入れて、1回右方向もあるよと見せます。すると、ウィギンスの重心が下がりますね。はい。ディフェンススタンスを低く取って、ある意味そこの場にちょっと釘打ちに一瞬なるので、ロバート・ウィリアムス3世もスクリーンがかけやすい。やっぱりスクリーンを使うボールハンドラーの技術ってこういう部分も非常に大事だと思いますね。でしっかりとスクリーンをかけることで、ロバート・ウィリアムス3世はアンドリュー・ウィギンスを引きつけていく。スクリーンがかかった分、やっぱりルーニーがドンと出ちゃえば、ここ飛び込みもあるし、今日はジェイレン・ブラウンにドレイモンドもついているので、ここまで寄ってくることはできませんね。はい。なので、ウィギンスも早めにもうスイッチは仕方ないと。ただ、ゴールデンステイトね、結構自信持ってルーニーのアイソレーション守らせてますよね。はい。注目のカリーの位置です。注目のカリーの位置。これゲーム1だったら、この辺なんじゃないかなと思います。少なくとも、テイタムの前方に対して、僕、火星に来てますよ。あなた本当にドライブしたいですかという、精神的な抑止力を働かすために、こういった位置に立っていたと思うんですが、マーカス・スマートがこんなにスペーシングを取っていて、なお、スリーポイントラインをまたいでいる状態。こういった状態なんですね。で、ストロングサイドにアル・ホーフォードがいますけれども、マークマンが変わったのは先ほど言った通りです。クレイ・トンプソンがマークマンになっていますね。さらにですね、これ、ゲーム1は守り方がちょっとマイアミに似てますねって言ったのはですね、マイアミは結構ここのコーナーへのパスが簡単ではないライン上に立ちつつ、この、ドライブコースを消してくるということで、クレイの選手がここに立つんですね。ですが、クレイがここだと、このパスに対してはまだスティールできる状態ですし、万が一通ってもしっかりプレッシャーができるということで、アル・ホーフォードのやっぱりショットアテンプト、シュートの機会っていうのは減るような構造になっています。はい。その分、テイタムは、ドライブはしやすい、広いスペースにはなってますよね。これがまず冒頭に見受けられた、非常に大きな、アジャストメントなのかなっていうふうに思いましたね。でね、ゲーム1も見返すと、マイアミほどゴールデンステイトもここまでは来ないんですけど、結構ね、そのゾーン気味な。でもやっぱり強めに来ていたのは事実だし、ドレイモンドだったので、ドレイモンドはね、よりこう、なんていうんですかね、こう、二等辺三角形を作るぐらいの結構広めのヘルプサイドに寄ってたんじゃないかなっていうふうに思います。で、このドライブが始まりますけれども、ロバート・ウィリアムス3世についていったウィギンスがあくまでも、結構ルーニーの上から高速スピードでドライブしながらここのロブパス出すのは結構難易度高いので、ルーニーとしてもよく左方向に送りましたよね。で、ウィギンスも絶妙に制限区域内より下に下がらずに、こちらのリバウンドはドレイモンドに託した状態でヘルプポジション。で、これ、バーティカルルールですね。すごく狭くここを締め上げて、で、ルーニーも最後までコンテストすると。こういったね、プットバックとかティップイン、それからジェイレン・ブラウンのドライブインとか、もっと決めれたショットもあったんじゃないかと言われれば、
それはそれまでなんですけども、ちょっとそのディフェンスが異質になったっていうのはあったと思います。で、これでね、ウォリアーズもヘルプがないわけではなく、ペイントエリアの得点だとか、そういった確率を下げることにも実は成功してですね、テイタムのアシストも減らしたし、ツーポイントエリアの、彼らのディフェンス、ゲーム1もね、ボストン・セルティックスのそのペイント内の相手を低く抑える、ウォリアーズが29分の13で素晴らしかったっていうところも挙げましたけども、ウォリアーズもね、ゲームは、50% ですけども、ある程度まで抑えていたわけですよね。で、このゲーム2、セルティックスは30分の12と、非常に低い、確率にペイント内抑えられてしまったわけですよね。40%。ということでね、この辺のペイントエリアのじゃあディフェンス、侵入された後でも守っていけるっていうことはある程度見せた。この辺のウォリアーズのディフェンスは素晴らしかったんじゃないかなというふうに思います。でもう一つね、ターンオーバー見てみましょう。で、これも1クォーターになります。で、テイタムがウィギンスとアイソレーションの状態にここでなってますね。で、ここから広いスペースがあるので、押し込んでいこうと、背負いながら、一度はドライブを仕掛けるんですけども、これが止められてしまった。ウィギンスもさすがですよね。で、スマートを離して、絶妙なタイミングで、ドレイモンド、ちょっと火星に来てますけども、行き過ぎていないんですね。で、このドリブルの跳ね上がりの後にすぐにこっちにパスをさばけるかっていうのは、左手だとかなり難易度も高いんじゃないかなと思います。このドリブルが床に当たった瞬間にドレイモンドが動き出してるっていうのが結構キーなんじゃないかなって、そこまで考えている選手だと思いますね。で、ドレイモンドが完全に来たわけじゃないので、ここではテイタムもパスは考えたとは思いますけれども、まだまだ自分も攻めたい。そしてダンカーズスポットにロバート・ウィリアムス3世いますけれども、このルーニーもこちら方向は多少カバーしてますね。だけど、ルーニーのこの後の動きを見ると、完全にダブルチーム行くんじゃなくて、あくまでもロバート・ウィリアムス3世は開けずに存在感だけ見せるというスタンスです。ドリブル、ポストに入ってから1回、ルーニーあくまでも戻ります。で、いよいよドリブルを終えた。こういったポストでのアタックに対するヘルプっていうのは、例えばパスでもらったときはパスと同時に行くとか、最初のドリブルが疲れたら行くとか、ドリブル2つ目とか、チームのルールいろいろあると思うんですけど、このドリブルがなくなってから行くというのは、ダブルチームのタイミングとしてはすごく遅いですよね。だからヘルプっていうのは遅めにしている。これはドレイモンド自身のアジャストでもあったと思いますし、もうここまで来たら絶対パスないなっていうふうに踏んだ中で、一度は飛び上がってしまうんですが、折り際に絶妙にボールをはたくというね。いやー、テイタムが起こるのも無理もないのかなというタイミングというか、他の選手には成し得ない。ちょっとね、こちら側の体の接触がどのぐらいあったのか、僕にはこの映像じゃわからないので、断定はできませんけれども、この腕だけ見ると、ボールをきれいにはたいているのかなっていうところで、ドレイモンドのその駆け引きの部分っていうのも凄まじかったのかなっていうふうに思います。さあ、ドレイモンドはこのゲーム、じゃあ前のゲームはホーフォードを多少開けてでも、ブラウンやテイタムにヘルプに行きましょうねっていう展開だったと思うんですけども、このゲームで言うと、ジェイレン・ブラウンにつきながらヘルプもしていることがあるんですよね。先ほどはクロスマッチアップで、マーカス・スマートの、とのマッチアップになってましたけども、テイタムがロバート・ウィリアムス3世、スクリーンはうまくかかりませんでした。そして、ボールを受けて、スマートのスクリーンを使う。そして、スマートはね、素晴らしいスクリーンですよね。しっかりと遮ることで、ここでね、ウォリアーズも、諦めるというか、スイッチしてると思います。で、割とね、ゲーム1から早めにプールやカリースイッチしてますねっていうのをゲーム1の後にも話したんですけれども、このスイッチの意図っていうのは、また後ほどお話ししていきたいと思います。で、このスイッチが行われた後、ショットクロック11秒。
もちろんね、まだまだ攻めれますけども、ちょっとね、テイタムが得意な右ドライブ、ホーフォードもいて、ブラウンもいると、スペース狭いですよね。じゃあ、何するか、ホーフォード、駆け抜けていきます。このカッティングは素晴らしいですね。そうすると、ディフェンダーも1人、そこに引き連れていきます。で、テイタムは、このトンプソンがついていく動きに合わせて、カリーと駆け引きして、抜き去ろうと思ってるんですけども、思ったよりジェイレン・ブラウンがちょっとこれに合わせて高めに来ちゃったのも、ちょっと失策かなというふうに思います。それにつられてと言いますか、それに順応する形で、ドレイモンドも位置が高くなってますよね。高くなってます。そしていよいよ加速してくるときに、一歩踏み出しました。この一歩だけでドライブコースに入れてしまった。そして2歩目。2歩目でテイタム。テイタムとしてはやるべき仕事は十分やったのかなと思うんですけども、ディープコーナー、あと1.5メートル、コーナーの方に深い位置よりも、ドレイモンドのクローズアウトが短くなってますし、ドレイモンドは完全に、コースを潰してますので、この時点でパスっていうのはかなり予見できたと思うんですね。その読みも当たって、パスもちょっとふんわりしたがために、ドレイモンドが十分間に合い、このジェイレン・ブラウンのスリーポイントショットは長めに打ってエアボールになってしまうというね、こういったディフェンスになってましたね。はい。というわけでね、1クォーター30対、31、ウォリアーズが1点リードで、ボストンのね、攻撃も決して悪くはなかったと思うんですけども、そういった中でしてしまったターンオーバーで、自分たちの、リズムが崩れていったのも間違いないですし、徐々にウォーリアーズに火をつけてしまった。むしろその鼻息荒いウォーリアーズがそれに乗じて畳みかけたというふうに、も言えるんじゃないかなというふうに思いました。はい。でね、第2クォーターに入ると割とロースコアになっていくわけですよね。はい。その中でね、結構ね、印象深かったのは、カリーが休んでいて、その間なんですけども、ビエリッツァを投入しましたね。はい。ただこのビエリッツァも、ルーニーだとか、ドレイモンド・グリーンもそうですけれども、そういった選手と同様に、なんとジェイソン・テイタムが、ボールスクリーンを仕掛けてきて、ボールハンドラーであっても、スイッチアウトしていって、アイソレーションで、プレーするっていうことですね。いや、これはね、もう本当に面白い駆け引きだなっていうふうに思います。で、デリック・ホワイトがジョーダン・プールへの超絶ブロックをして、デリック・ホワイトは引き続きね、ディフェンスでの、汎用性、こういったものをすごくね、見せたりだとか、ダニエル・タイス、1戦目に続いてダニエル・タイスも起用しています。カリーがいない時間帯に出てるっていうのはすごいいいなというふうに思いましたけども、ダニエル・タイスもレイトスイッチからジョーダン・プールブロックして、タイスもちょっとね、このファイナルでは使いにくいなっていうのが僕の事前の、見立てだったんですが、結構いいつなぎをしています。で、ビエリッツァ、レイアップも決めて、プールのアシストから、テイタムやロバート・ウィリアムス・サンセンの、なんですかね、コミュニケーションミス。で、こうなってくると、ビエリッツァも気を吐くし、で、ジェイレン・ブラウンにマッチアップしているドレイモンド・グリーンも、いよいよジェイレン・ブラウンを封殺しに行くような、凄まじい、ディフェンスを見せていくんですね。で、ビエリッツァをターゲットにする、ボストンなんだけど、そんなに、デリック・ウィリアムス、ごめんなさい。デリック・ホワイトのミッドレンジが1本決まりましたかね。それで37対35なんですけど、圧倒的なボストンに対する、優位性にならない。で、クレイはプリチャードとかを狙ったりもするんですけど、プリチャードもあんまりターゲットにならないっていうところで、結構ね、両者がんじがらめの、展開に2クォーターはなっていったのかなというふうに思いましたね。でいよいよ、ウォリアーズもちょっとじりじりと、主導権を、なんていうのかな、離していってしまって、逆にボストンがやっぱり逆転していたので、ここでカリーがタイムアウト明けにカリーを入れて、リジェクトから、ミッドレンジでね、止血をしてくれるというところですね。はい。
で、ボストンが今度はスペインピックアンドロールを繰り出すんですけども、これにね、ドレイモンドにスイッチされてターンオーバーしてしまって、カリーがトランジションスリーポイント。で、40対40。やっぱりね、ライブターンオーバーからの失点ですよね。これが非常にボストンは大きかった。うん。で、アンドリュー・ウィギンスもスリーポイントを決めて、ゴールデンステイトが10対0、カリーが戻ってから10対0のランと。これでね、40対45、逆転。凄まじいですね。はい。もちろんそれに対して、今度はね、テイタムもスリーポイントを決めたりだとか、結構ね、タフなショットなんですが、さすが、テイタムといったような、そういったショットもありましたね。でね、結構ね、ボストンがまた自分たちの主導権を、なんていうんですかね、明け渡してしまったので、また強引なプレーといいますか、そういうのが見えて、なかなかね、勝ち急いでしまったのかなっていう前半で、またターンオーバーをしてしまうというところで、ちょっともったいなかったですね。で、残り15秒、カリーがプルアップを打つんですけども、アンドリュー・ウィギンスがオフェンスリバウンドにクラッシュするという、そういった前半でしたね。で、ボストンね、さっきも言いましたけど、少しそのメンタル的な集中力は荒くなってしまったのかなというふうに思いました。ここがね、バスケットの面白いところで、内容は決して悪くないんだけど、メンタルスポーツと呼ばれるゆえんは、自分たちは判定が気に食わないとか、プレー以外の、プレーが止まってる時間帯の、つばぜり合いとか、ポジション争いで、徐々に、心に波風が立ってしまって、やっぱりね、熱しすぎず冷めすぎずというのが一番いい、攻撃というか、一番いいパフォーマンスが出るところなので、ちょっとボストンはそういう状態にはなかったのかなっていうふうに思いましたね。それでも、前半50ポイントのうち、テイタムとジェイレン・ブラウン、この 2Js の直接の得点またはアシストで44点と。でね、前半だけでもう、確かスリーポイント、10本決めてましたかね。はい。19分の10。ボストンは 52.6% ということでね、またしてもスリーポイント20本ペースなんじゃないかなというふうには、ね、この時点では思いましたし、あとクレイ・トンプソンね、16分近く出ながら前半フィールドゴール8分の1、得点は2で、プラスマイナスも11、やっぱり少し苦しんでいるのかな。ちょっとね、クレイに関しても考えすぎと言いますか、早くこのファイナルの舞台で活躍したいみたいなのが、ちょっと前半も出過ぎてしまったのかなっていうふうには思いましたね。はい。で、第3クォーター始まります。はい。また第3クォーター非常にね、どちらが取るのか、ウォリアーズが取るのかっていうところで重要なクォーターだなというふうに思っていたんですが、ゴールデンステートウォリアーズのターンオーバースタートだったので、ワオ！しかもクレイ・トンプソンがまたトランジションで、ホーフォードが戻っていて、もう一人ボストンも戻ってるので、ミッドレンジのショットを打って、ワオと思ったんですけど、やっぱりステフ・カリーがね、さすがでしたね。徐々に調子を出していくんですけども、10分50にはウォリアーズが 3-2 のゾーンも、使いますね。はい。でね、どちらもプレー選択が少々荒いなっていう中で、ロバート・ウィリアムス3世の動きが悪くなっていきます。マーカス・スマートと同じチームメイト同士で交錯したシーンもあった通りで、ちょっとね、膝痛くなって動きも悪くなっていくところを、ちょっとうかつにサイドライン際でジェイレ・ブラウンに手渡しパスしてしまって、その木をてらってドレイモンドがバッと一気にジェイレン・ブラウンをサンドイッチして、そこでターンオーバー。で、クレイがようやくキャッチ&シュートのスリーポイントが決まって、52対59。で、ボストンが、タイムアウトということでね。どっちに行くかな、転ぶか分からないような展開の中でも、圧倒的にというか、徐々にその拮抗がウォリアーズの方に倒れていったのかなというふうに思いました。ただね、ロバート・ウィリアムス3世、この3クォーターは出続けてたっていうのは、ちょっと驚きではありましたね。テイタムがね、徐々にリードが広がっていく中、ユドカヘッドコーチが、
テクニカル吹かれたり、早めにゴールデンステートがボーナスに入ったり、どんどん、ボストンが劣勢になっていくんですよね。で、56対68。で、ここからマーカス・スマートがすごくいいドライブを見せて、そこにジェイレン・ブラウンに吐き出したパスがあったんですけど、この時点で56対68、6分47。この3が入ってれば、また違った展開もあったんじゃないかなというふうに思いましたし、ボストンもその後、ファーストブレイクの機会をうまく活かせないんですよね。で、また、タイムアウトをした後に5分46かな、タイムアウト明けの、プレーで、またマーカス・スマートがですね、ウォリアーズからスティールするんですけども、ファーストブレイクの中でまた早く追いつきたいっていう感じで、またターンオーバーしてしまう。ゲーム1の解説でも言ったんですけど、この遂行力の差というところでは、本当に紙一重だと思うんですよね。どちらがタイムアウト明けのプレーを成功させるか、どちらがタイムアウトをせずに、ターンオーバーをせずに攻めきれるか。このシリーズは、どちらが相手を崩すか以上に、どちらが崩れないかのシリーズっていうふうに僕は、見立てをして皆さんにお伝えもしたと思うんですけども、それはこのゲーム2でも同じように感じましたね。でそれでも、カリーを止めてグラント・ウィリアムスがコーナー3を成功させて、4分32、テイタムがアンドリュー・ウィギンスがちょっと引いて守っている、ドロップになっているところをスリーポイントを決めて、62対72にしたところで、カーヘッドコーチも、もうラインを上げろ、上げろってね、すごく、ウィギンスに対して激高していたシーンですけども、残念ながらそこからウォリアーズが15対2のラン。で、この15対2のランの間にも、ボストンは3つのターンオーバーを犯してしまうっていうところでね。この辺はね、なかなかボストンにとっては、本当にね、歯がゆい展開になっていったんじゃないかなというふうに思います。で、その中でね、カリーが活躍したこの第3クォーターでありましたけども、第3クォーターはステフ12分、プレーしてフィールドゴール9分の4、スリーポイント6分の3。でね、3クォーターの終わりのプールのスリーポイント2本もね、超絶でしたよね。もうとてつもないロングブザービーターで会場も熱狂の渦になったと思うんですけども、プール、本当にすごいいいタイミングで来たとは思うんですけども、決してね、彼もフルスロットルではなかったのかなというふうに思いましたね。結果、第3クォーターだけ見ると、ウォリアーズフィールドゴール23分の11、35点。凄まじい一方で、ボストンは5つのターンオーバーでフィールドゴール成功4しかないという、これは苦しいですよね。でね、カリーのプレー、ちょっとね、本当にこのシリーズ、楽しむ上でも重要なプレーがいくつかあったので、第3クォーターのプレー、ちょっと振り返っていきたいなというふうに思います。ちょっと映像が切り替わるかな。冒頭僕がバックグラウンドにしていたこのプレーなんですが、実はですね、3クォーター3分1というところなんですけども、カリーが、ボールを運んでハーフライン越えてきますね。ここでの、駆け引きが非常に面白かったです。で、ドレイモンドが、ポジション争いをしながらですね、グラント・ウィリアムスとのマッチアップになっていて、で、カリーにあたかもスクリーンをかけるというような風に見えるんですけども、攻撃の本丸は、ホーフォードに疲れているゲイリー・ペイトン・セカンドが、スクリーンをかけるというところなんですね。で、ボストンはですね、面白いことに、どうしようもなくなったら、このビッグマンをスイッチさせるっていうのはありましたし、ゲーム1ではまずドロップですね。スクリーンのラインがスリーポイントラインだとしたら、フリースローラインっていうのは言い過ぎかもしれませんけども、ビッグマンが下がって守る。つまり、カリーのような、スペシャルな選手がプルアップ3を打つ以外は、ミッドレンジのタフショットに追い込む。さらには、周りの選手たちはローテーション一切しないので、相手のキャッチ&シュートのスリーポイントなどは生まれないというような、守り方
になっているわけですよね。ある意味コンサバティブな守り方で、コンテインとも言いますけれども。で、ボストンは第一戦はカリーが超絶だったので、徐々にそのスクリーンのラインまで出ていくっていうことをやっていたんですけども、このゲーム2でも後半、ドロップは割と強めだったんですね。で、これだけ離して守ってるわけですよね。ホーフォードのスピードでも、ゲイリー・ペイトンにぴったりついていくことは、スイッチやハードショーが狙いだったら十分できるスピードだと思うんです。で、ここで、本丸のスクリーンが来たときに注目はですね、1回はスイッチしてますね。で、このホワイトがスイッチしてドレイモンドについているんですが、さらにこのスペースをカリーのために確保するために、ドレイモンドはどういうふうにダイブするかっていうと、ダイブしながら、もう一回ホーフォードにスクリーンをかけてるんです。いや、この判断力たるや、凄まじいですね。で、ゲイリー・ペイトンも素晴らしいスクリーナーですよね。で、これをかいくぐってロバート・ウィリアムス、グラント・ウィリアムスも、これ以上のコンテストできないと思います。頭すれすれこんな感じでコンテストしていますから、ファールのリスクも相当あるんですけども、これをもう微動だにせず、いつものシュートで打ち切るステフ・カリー。前はね、完全にノーマークなので、もう自分のタイミングでさえ打てれば、もうファール以外は止められないだろうと。ね、やっぱり自分を信じきる力、このショットのリリースも非常に美しいですよね。うん。バーンマイク・ブリーンさんだったら聞こえてきそうな。そしてね、カリーも戻りながら3点数えたんでしょうかね。ドレイモンドも駆け寄って、この2人のあうんの呼吸が素晴らしかった。そんなシーンなんですけども、もう一つですね、この、ドロップディフェンスなんですけども、この先ほどのシュートが入ってもですね、ドロップディフェンスを続けてるんですよ。そんなに時間経っていない。で、ホーフォードを下げてですね、ダニエル・タイスが入ってるんですね。で、ダニエル・タイスが入っている中、ポーター・ジュニアだと思うんですけども、一気に駆け上がっていって、ステップアップスクリーンのような形になっています。で、アンドリュー・ウィギンスも近寄っていて、カリーには選択肢があるんですけども、カリーはサイドライン、狭いエリアですけども、フラットスクリーンになる中、もうデリック・ホワイトがね、ちょっとでもここで、遮られて、大回りにさえなれば、カリーに優位性がある。で、ダニエル・タイス見てください。両足、スリーポイントラインの外に出てますよ。ハイフラット。ドロップには、ハイ、中間、そしてローとね、3段階ぐらいあると思うんですよね。これがね、ブルック・ロペスだともうドロップもドロップ、スーパーローみたいな感じになっていくんですけども、ダニエル・タイスは先ほどからアジャストして、このドロップの位置を高めにしている。これに対してただ打っていけるところというのは、もうこのね、超絶ですよ。2メートルは優にスリーポイントラインから離れているでしょうか。距離にして2メートル、9メートル半ぐらいですか。ここからなんと、この長距離ショットを射抜いてしまう。タイスはもうあっけに取られて、シュートに飛ぶことすらできてませんね。もちろん、このショットコンテストはデリック・ホワイトに責任があるので、ある意味、忠実な、タイスのディフェンスでもあると思います。カリーに対して、このタイスのディフェンスが、なんていうんですかね、十分ではないとか、タイスのディフェンスが悪いと指摘するのは、ちょっとお門違いなのかなと思います。ドロップである以上は、このショットコンテストは、後ろからロック&チェイスする責任にあって、タイスはダイブする選手にダイブのコースを与えなかったり、リバウンドの優位性を与えないので、リバウンドの準備をしてますよね。これはゲームプランに極めてのっとったタイスの守りっていうことです。なので、じゃあ、ドロップディフェンスってカリーに通用するの？はい。このね、チャンネルで、僕の解説を聞いてくださっていたりする方々は、もうね、NBA 観戦も百戦錬磨の、皆さんだと思うんですよね。そういった中で、じゃあ、ドロップディフェンスっていうのは、リーグの平均的なプレイヤーに対しては、強大な威力を発揮しますよ。先ほどから申し上げている通り、ローテーションがほぼ生まれなくて、この2人でピックアンドロールを守りきれる。ピックアンドロールの真髄というのは、
現代のバスケにおいて最も数的優位作りに威力を発揮するから、これだけピックアンドロールをやるんですが、このコンテインドロップは数的優位を与えないわけですよね。シューターがずれてない、シューターがずれてない。シューターとは言えないかもしれないですけど、ここが優位性がないっていうのが最大の強みで、このシュートを決めれる選手がリーグに何人いるのっていうのを、駆け引きしているわけですよね。それがデイミアン・リラードであったり、本当に数少ないわけですよ。ただ、この1、2戦、カリーに対してこんなに自信を持って、ボストンなんでドロップしてるのって思いません？いや、これはね、様々考察できると思うんですけど、その前にですね、ゲーム1からゲーム2のアジャストとしてゴールデンステートに挙げられるものは、カリーのボールスクリーンからの攻撃を増やす。これが一つの策ですよと言いました。ボールハンドラーのプレーというのはゴールデンステートゲーム1の25回から30に増やしました。で、30のうち17回がこのゲーム2はステフ・カリーによる、ボールスクリーンからのアクションでした。ですが、皆さんも結果ご存知ですけども、4クォーター、カリーは丸々出場がない中で、ゲーム1、18回、そしてゲーム2、17回。で、3クォーターだけでも、チームの10回のうちの8回はカリーによる、ピックアンドロールのボールハンドラーとしてのアクションだったんですね。で、相手がドロップやハイフラットで来ている以上、カリーがいるわけですから、それが攻略法になるわけですよね。ちょっと試合の流れから、外れるんですけど、ドロップを続けるボストンの狙いって何なのかな。例えば、カリーを孤立させたりだとか、カリーの負担、カリーがやらなきゃいけない超絶プレーの数を増やす。こういったことで労力を使わせたりだとか、精神的にも担わなきゃいけない部分って増えますよね。ボールを扱えば扱うほど、やっぱりターンオーバーも怖いので、精神的にも削られるというのがバスケットボールだと思うんですよ。もう一つは、組織的なやっぱり循環を削ることだと思います。で、この、例えばクレイ・トンプソンやプールが出ていない時間帯っていうのは、もっとスイッチしてもいいかもしれませんし、ゲーム3でアジャストするんであれば、クレイ・トンプソン、ジョーダン・プールが出てない時間帯はハードショーも見せてもいいかもしれません。48分間ステフ・カリーにハードショーは絶対に効かないです。しかも、それが例えば、オット・ポーターとかドレイモンド・グリーンが関わってくるようなピックアンドロールだと、もう4対3を裁かれて、もう The End っていうことを、ボストンも分かっている。それだけゴールデンステイトのボールムーブメント、ボール回しですね。この優秀さ、レギュラーシーズンナンバーワンにアシストがついているそのチームへの最大限のリスペクトがひょっとするとドロップなのかもしれない。ウォリアーズの循環を一番恐れている。ゲーム1の解説思い返してください。ウォリアーズに対してボストンのディフェンス一番素晴らしかったのはボールムーブメントの中でカリーの引力、それを出しにしたカッティングからのレイアップ、これの機会を5回にとどめたっていうところがボストンの素晴らしさだったんですよね。で、プレーオフで2アシスト以上する選手がイグダーラも含めると7人いて、レギュラーシーズンでも8人いるゴールデンステートウォリアーズ。みんながパスがうまい。つまり、ハードショーでカリーにダブルチーム行っちゃっても、ターンオーバーせずに高確率で攻略できる選手があれだけいるということを、むしろ恐れてドロップしている。そして、ウォリアーズはピックアンドロールの頻度がリーグで、最も少ない 22.5% なんですね。リーグ平均が 32.7% なので、ドロップをあえてやってそっちに誘い込めば、ウォリアーズの不慣れな攻撃に強いることができるというふうに、もしかすると、ボストンのコーチ陣は、それにかけているのかなっていうふうに思いました。でね、ユドカさんも会見で、誰がスクリーナー、もう一つ面白いのは、誰がスクリーナーになっているかでカバレッジを変えているっていうことも言っていたりだとか、ピックアンドポップがね、おそらく得意な選手なのか、ピックアンドポップが得意な選手だったら積極的にスイッチになるでしょうし、ポケットゲームが得意な選手だったら、
ドロップの位置も変えるとか、あと同じカバレッジをずっと見せたくないとも、言ってるんですね。で、スイッチに関しては、ルーニーとかゴールデンステイトの、ビッグマンたちが割とスイッチで効力を発揮しているのに対して、ホーフォードや他のビッグマンに対してカリーはね、結構このゲーム2ドライブ冴えていました。その中で、例えばね、全部スイッチがカリーに対しては、確かね、前半だったと思うんですね。で、カリーの4アシストが全て前半でした。はい。で、1クォーター、ホーフォードのハイフラットに対するドレイモンド・グリーンのダイブに合わせた。それから1クォーター、ホーフォードのスイッチに対してドライブからルーニーのダンク。1クォーター、グラント・ウィリアムスが出てきたのにドライブして、ペイトン2世のコーナー3作ったり、2クォーター1分17、ホーフォードのスイッチに対してドライブからウィギンスのレイアップを作ってるわけですね。だスイッチはカリーをドライブに、ドライブされて結局破られてしまっているのが事実なんですね。はい。でもう一回おさらいになりますけど、ゲーム1、24アシスト、ゲーム2、25アシスト。これね、高いと見るか低いと見るか。ただ実は、ウォリアーズの平均28アシスト、8アシスト以下にとどめているのは事実なので、ボールムーブメントをある程度奪ってはいるのかなっていうふうに思います。で、これが正解か正解じゃないかっていうのは、シリーズが終わった後だとか、次に重要なゲーム3で、じゃあボストンも、いやいやもうこれはできないよねって思っている、できないよねって言って変えてくるかで分かってくるんじゃないかなというふうに思います。僕の意見はまた、ゲーム解説全部が終わった後にまた話していきたいなというふうに思います。はい。というわけで、セルティックスが4クォーターに、3クォーターに14点しか上げられない中、なんとカリーだけで、ウォリアーズはこのクォーター14得点を上げました。ちょっと休憩。そうですね。さあ、4クォーター。ボストンはね、やはりずっとターンオーバーが散発される中、攻撃がどこかちぐはぐで、ウォリアーズのスイッチに対していいエリアにボールも投げ込むんですけども、ちょっとね、判断が正しくてもちょっとスキルといいますか、ちょっとね、攻撃がちぐはぐで呼吸が合わずに、やっぱりターンオーバーしてしまうと。どんどん、本当に短い時間で、もうボストンが10分以上残してネスミスを入れて、そして段階的に、メンバーを全部入れ替えるということでね、4クォーターはそんなに、言うこともないんじゃないかなというふうには思います。3クォーター、そうですね。一応、テイタムに対するディフェンス、もう一つ3クォーターお見せしておきましょうかね。やっぱり、これはですね、テイタムのアイソレーションのシーンなんですけど、グラント・ウィリアムスにスクリーンを指示してますね。で、ウィギンスのマークマンが剥がれればよかったんですけども、ここをアンダーして、ウィギンスは追いつく。でグラント・ウィリアムズがここからスペースを空けるためにカッティングしていきます。だけど、オット・ポーター、ここに残るわけですよね。なので、カリーも含めて、ドレイモンド・グリーンも含め、マンツーマンからロードアップしてゾーン気味の様子になっています。もちろんディフェンス3秒が吹かれないように微調整しなきゃいけないですし、グラント・ウィリアムスがゾーンを攻めるのと同じようにパスの角度を作ったりしますけれども、ちょっとドライブコースを消してしまいますよね。例えばね、このタイミングでプリチャードも1回カットして入れ替わるとか、オフボールの動きっていうのももっと必要だったのかなというふうには思います。これはダラスのシリーズでルカ・ドンチッチがスイッチ引き出した後にボールムーブメントが少なかったっていうシーンにも似てますね。テイタムがショットクロックが少なくなる中、ウィギンス越しの非常にタフなスリーポイントに追い込まれていく。どんどんがぜんですね、ボストンのオフェンスがちぐはぐになればなるほど、ウォリアーズはそれに乗じて、ディフェンスもタイトに締め上げていったという感じですね。
ちょっとね、全然関係ないんですけど、マーカス・スマートがここで立ち上がるのはおそらくね、ディフェンス3秒立ってるよってレフェリーに言いに行くんですけど、そこでちょっとボトルを蹴っちゃって、コートにボトルが入っちゃって、これを拾い上げてるというね、割とシュールなことも起きてました。はい。全然関係なかったですね。はい。はい。というわけで、4クォーターね、両チーム、主力を下げて、ほとんどベンチメンバーなんですけども、ゴールデンステイトはクレイを出し続けていました。で、これはもう勝ちは明白だったんですけども、クレイを出し続けていたのは、第3戦に向けてやっぱりクレイが復調してほしいというスティーブ・カーさんの狙いだったんじゃないかなというふうに思います。で、残念ながら、じゃあそれでクレイが、こうリズムを取り戻して、このゲームを終われたかというと、僕の感覚では、決してクレイは、気持ちよくは終われていないんじゃないかなというふうには思いました。3クォーターね、ちょっと貢献するところもありましたけれども、だからこのね、第3戦でクレイがどういう状態なのかっていうのは、もしかするとロードの方がプレッシャーがなくね、戦えるっていうことなんかもあるんじゃないかなというふうに思います。さあ、というわけで、このプレーオフ、敗戦後、バウンスバックする強さ、これはね、ボストンも持ち合わせているものですけれども、ゴールデンステイトウォリアーズも、このプレーオフ敗戦後は、5勝0敗。そして、初めて前回ゲームホームで土がつきましたけれども、ホームコートでも、高い勝率というのも維持しましたね。さあ、いろいろね、スタッツあります。ファーストブレイクポイント12対13、ボストンが、1ポイント上回っていたり、セカンドチャンスポイント、どちらもね、スモールラインナップ増えました。でね、ここはボストンもちゃんと対応できていた。ボストンのディフェンスも悪くなかったな。で、これゲーム1の解説見返してほしいんですけども、必ずや、こう、なんていうんですかね、ウォリアーズはサイズでオフェンスリバウンドを取るチームではなく、技術、スキルで取るチームですよっていう話をしているんですけども、やはり彼らのボールムーブメントによって崩されてしまうと、オフェンスリバウンドも与えてしまいがちなんですけども、ボストンもこの日は、オフェンスリバウンドは10対8、お互い肉薄してますし、2桁にはなってますけども、突出した数字は与えていないということを考えると、やっぱりウォリアーズのシステムの循環を止めるっていうこと自体は、やっぱりボストンは引き続き、できているんじゃないかなというふうに思います。ゆういちやさんからビッグ感謝いただきました。こんばんは。今さっき仕事終わりました。佐々木さんの解説はいつも楽しみにしています。ありがとうございます。リアルタイムでゲームが見れないこともありますが、佐々木さんの解説の時は全部見てます。嬉しいです。今後のファイナルも解説がありましたら、本当に楽しみにしています。ありがとうございます。お仕事、お疲れ様でした。もうね、一日終わって、やっぱり自分のね、楽しいダウンタイムがね、できるっていうのは本当嬉しいことですし、それがね、僕の生配信であるっていうことは本当に光栄なことですね。ありがとうございます。ね、仕事終わって今から参加してくれる、方々も、たくさんいるんじゃないかなと思います。僕の今度の解説はゲーム4になります。というわけで、はい。皆さんね、質問、それからスーパーチャットのタイミング、もうちょっと待ってくださいね。これからゲームのまとめに入りたいと思います。で、ペイント9ポイント、ウォリアーズが40点、成功率は 51.3%、そしてボストンは24ポイント、凄まじい低さですね。成功率 40% ということで、今回はウォリアーズの方がペイントを締め上げることに、成功したということですね。で、前回ゲームでも言いましたけども、一周回ってですね、これだけリーグの中でスリーポイントをどんどんバンバン打っていくとですね、ディフェンスが引き出されて、レブロン、それから、ヤニス、それからジャンモラント、みんなが飛び込んでいくスペースが増えちゃって、ペイント内の得点効率がどんどん上がっていったんですよね。で、一周回ってマイアミや、それから、メンフィスもそうだし、ミルウォーキーもそうだし、トロントもそうだし、いや、スリーポイントを打たれても仕方ないから、やっぱり一番守るべきはペイントだよねっていうふうに戻ってるわけですよ。スリーポイントが増えた攻撃の理由も、ペイントアタックが一番大事だから。はい。で、それで、淡くってスリーポイントを抑えていたチームも、いや、こんなにペイント内で失点しちゃうのかっていうことで、また一周して戻ってきてるっていうのがね、今の NBA は面白いところなんですけども、
スリーポイントという部分では、両者全くの互角、37分の15で 40.5%。でね、ある意味、これはですね、あれだけスリーポイントが突出していたことが、ボストンの勝因だったんじゃないかと言われていたゲーム1。僕の意見ではないですよ。ゲーム1の解説見た方はお分かりだと思うんですけども、ある意味このゲーム2、お互い15本決めて、ボストンも確率はいいわけですよ。だけども、ウォーリアーズがそれでも勝っているっていうのは、ゲーム1のボストンの勝利がスリーポイントの当たりが突出していたことだけが理由じゃないことが実証されたことでもあるのかなっていうふうに思います。ポイントはですよ。ポイントは、ウォーリアーズのゲームプラン。ウォーリアーズのゲームプランで、テイタム、ジェイレン・ブラウンにはやられても仕方ないけど、ホーフォード、グラント・ウィリアムス、マーカス・スマートとか、周りの選手たち、プリチャードもそうですけども、そういった選手たちにイージーでオープンなスリーポイントは与えないようにしよう。それで、ブラウンやテイタムがドライブに来たら、最後の最後で、弾き返そうという、このゲームプランですね。なので、なんていうのかな。ロールプレイヤーたちが、当たりがなかったから負けたというよりは、ゴールデンステイトウォリアーズがその機会を奪っていったことが重要だったし、ウォリアーズも、いや、どうせ入らないでしょと言って、同じ機会を与えていたわけじゃないんだよっていうのが伝わりますかね。ちょっとここの言語化が難しいですけど。だから、ウォリアーズ自身がある意味、いやいや、ホーフォードまた同じ回数だけシュート打ちなよ。前回の6本決めたのなんか偶然だからっていう守り方はしてなかったので、ゲーム1のスリーポイントが、ある意味ですね、偶然ではないっていうのは、ウォリアーズ自身がゲームプランを変えることで、僕自身は証明したのかなっていうふうに思いました。でね、ボストンのターンオーバー、これが一番の問題でしたね。ターンオーバーからの失点っていうのは、19ターンオーバーから33失点ですよ。ヘッドコーチからすれば、おぞましいほどのターンオーバーなのかなっていうふうに思います。確かね、このターンオーバーから33失点は、ここ25年間で2番目に多い、数字というふうになっています。で、スティールはなんとゴールデンステイトウォリアーズ15。特に1クォーター、2クォーターのね、強引な2-4-1狙いっていうのも判断も良くなかったですし、なので、ウォリアーズのディフェンス半分、僕はボストンセルティックスの荒さ半分っていうのがすごく感じましたね。そういった意味で、ユドカさんが、いや、2勝上げててもおかしくなかったのになっていうのが、すごくうなずける部分でもあるのかなっていうふうに思いました。DMX さん、ビッグ感謝いただきました。もうちょっとね、置いてですね、ウォリアーズの3クォーターの強さの秘訣、お話しさせていただきたいと思います。テンションも上げ上げのスーパーチャットですね。XCON give it to ya, wolf wolf。そんな感じで、ターンオーバーは非常に痛かったですね。ボストンのペイント内のフィールドゴール30分の12、これは、お話ししました。でウォリアーズのフィールドゴール、ウォリアーズのゲーム1の解説で、リング周りの制限区域内で9本しかシュートを打てなかったよ。このプレーオフだとかで平均で17打っているチームが、ここ9本にとどめられたよっていう意味で、ボストンのディフェンスがすごく優秀だったよね。特にカッティングからのレイアップなどが少ないよねっていうところを、このボストンのディフェンスの成功というところで挙げさせていただいたんですが、これゲーム2、ゴールデンステイトも12本だったんですね。でこれは、ファーストブレイクの部分もすごく含まれていて、カッティングからのレイアップだけに該当する部分、ドライブからのレイアップじゃないですよ。これはカリーとか、カリーがゴースティングからクレイのドライブレイアップとか、カリーがちょっと、ハンドオフ受ける素振りをしたので、ホーフォードがそれにリアクションしちゃって、僕が言ってるそのいわゆるボールを持たなくてもカリーにダブルチームが行ったので、ドレイモンドが
ハンドオフキープしてそのままドライブした。こういったドライブはありましたけども、カッティングレイアップだけで言うと、このゲーム2も、ゲーム1、ゲーム2も4クォーターに主力が全員下がるまでに2回しかなかったので、やっぱりこうピックアンドロールでカリーに対してドライブして、カリーの個人技に仕向けるという考えは、ボストンもあるんじゃないかなっていうふうに思いました。でカリーね、このファイナル、実はキャッチ&シュートのスリーポイントがまだ4本しか放ってないんですよ。成功2本で成功率 50% って素晴らしいんですが、つまりこのシリーズほとんど、プルアップスリーポイントなんです。22分の10、プルアップスリーポイントが 45.5% と超絶なんですけど、いや、でもこんなにプルアップとキャッチ&シュートの比率が偏っているカリーもなかなか見ないですよね。ちなみに、スティーブ・カーさんが14、15シーズンから指揮し始めてからですね、NBA 全体でキャッチ&シュートで700本のスリーポイント成功。そして、プルアップ、ドリブルからの700本のスリーポイント成功があるのは、カリーただ一人なんだそうですね。これがね、常々言ってるオフボールでも動けて、ドリブルからのハンドラーでも、スリーポイントが狙えるカリーの得意性というところを、表しているのかなっていうふうに思います。しかもですよ、この700本で区切ってますけども、カリーはどちらも1100本以上決めてるんです。ということは、次に多い選手でも700本未満っていう、凄まじい差になってるわけですね。例えばハーデンとかだと、プルアップなんかは、こう、肉薄してくるというか、すごく多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、キャッチ&シュートが圧倒的に少ないから、その両方の700本以上っていうのをクリアできないみたいなね、感じなんじゃないかなっていうふうに思います。さあ、ゴールデンステイトウォリアス。ゲーム1のオフェンシブレーティングは 114.9。ゲーム2、3クォーター終了時点で 117.6。ボストンがね、ここをどう見るかですよね。そのカリーに仕向けることで、自分たちの狙いは正しいのか正しくないのか。オフェンシブレーティングが高くなってしまってますよね。で、ドレイモンド・グリーンの心理戦にかき乱されたことも、ボストンはゲーム3、アジャストしなきゃいけない部分なのかなと思います。で、テイタム、ジェイレン・ブラウンに関しては、この、ウォリアーズのディフェンスのアジャストメントというものを、少し見破れなかったとは言わないですけども、それがなんだか分かるのにちょっと時間がかかったし、時間かかった分、もう自分たちのイライラが募った段階で攻めなきゃいけなくなったので、結構ペイントアタックしてもその確率が低かったですよね。で、ジェイレン・ブラウンなんかは逆にいいスタートを切ると、まだまだ若さっていうか、もうみなぎってしまって、どんどん行くぜみたいな。で、ショットセレクションがちょっと悪くなったり、プレーにもちょっと荒さが出てたりするので、結構やっぱりハーフコートでドレイモンド・グリーンにマッチアップされているので、マッチアップされているのに、直接アイソレーションでそれにぶつかっていくっていうのは、まだまだ荷が重いのかなというふうに思います。ドレイモンドが守っている段階では、フィールドゴール7分の1、1ターンオーバー、になってしまっていましたね。で、ゴールデンステイトのゲームプランは的中しました。アイソレーションの回数というのは、ボストンセルティックスが、ゲーム1では9あったのに対して、なんとゲーム2では21回と、倍増しましたね。倍増以上。しかもね、アイソレーションからの得点、実は7点しかできませんでした。で、これがね、まさしく、ウォリアーズがカリーやジョーダン・プールであってもスイッチする狙いだと思います。で、スイッチした後にゲーム1は、ちょっとね、ヘルプを早めに、そして強めにしすぎたので、あくまでもアイソレーションにして、ヘルプは遅めに、しています。で、1クォーターね、さっきも言いましたけども、テイタム、ブラウン、決めきれなかった部分も見受けられるんですが、ビエリッツァ、改めてね、素晴らしいディフェンスしていたことにも触れたいですし、ゲイリー・ペイトンセカンドとのね、相性、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。
ゲイリー・ペイトンセカンドが、いいスクリーナーとして頑張ってくれたり、ビエリッツァがシュート力があるので、ゲイリー・ペイトンセカンドのようなノンシューターの、ガード、ディフェンスのスペシャリストを入れても、攻撃に大きなブレーキはかからず、チームのダイナミックさは留めておくことができるということですね。で、ステフ・カリーのね、ディフェンスにも触れたいと思います。2クォーター以降はね、1-1でもすごく、気を吐いていましたし、カリーをやっぱりターゲットにしすぎると、ダラスのシリーズでもありましたけども、ボストン全体のボールムーブメントは止まってしまって、結構オフェンスが鈍化してしまうのかなっていうふうに思いました。というわけで、ボストンはペイントエリア内だけじゃなくて、2ポイントが43分の15、34.9%。はい、先ほども言いましたけども、ロールプレイヤーによるスリーポイントアテンプト、機会自体がとどめられてしまったっていうところで、ホーフォード、スマート、こういった選手にもなかなか当たりが来ませんでしたね。で、テイタムのアシストも減少ということで、非常にね、いいゲームプランだったんじゃないかなというふうに思いました。で、ゲーム3に向けての、ボストンのアジャストとかにもなっていくんですけども、ゲーム1ですごい良かったボールプッシュ減っちゃいましたね。自分たちがターンオーバーしたりだとか、イライラしてるっていうのもあるのかもしれません。あと、ゴールデンステートウォリアーズが苦しんだピストルアクションとか、アーリーオフェンスの展開も若干、減ってしまったのかなと思いますし、アイソレーションが起きているときに、オフボールのスクリーンとか、こういうのも入れなきゃいけないとともにですね、アイソレーションするんだったら、伸びつきエリアでテイタムにアイソレーションさせたいんですよね。でそれを止めるために、ゴールデンステートウォリアーズはボックスエンドワンをしたっていうのは、ゲーム1で解説しましたけども、このゲーム2、ボックスエンドワンをしていないんですよ。あれだけ3が入ったので、当然といえば当然なんですけども、ボックスエンドワンしてこないならば、スマートがボールを持っているところに、テイタムがスクリーナーになってスイッチを仕向ける。そうすると、このフリースローラインエリアでテイタムが相手を背負いながら、プレーができるっていうことも増えていくんじゃないかなというふうに思いますね。もしくはトップのエリア。そうすると、ロードアップっていうのも、もう少し難しくなるので、より広いスペースの中で、1対1もできると思います。あとは、エンプティーコーナーのピックアンドロールとかですね。こちら側でピックアンドロールをするときに、ここにシューターを立たせるのではなくて、こちら側に選手を送って、中央からスクリーナーが来たときに、テイタムが中央突破を試みると同時にダイブすると。そうすると、必ず2対1の状況にはなるみたいなね。そういったものも、やっていくといいんじゃないかなというふうに思います。はい。そして、ロバート・ウィリアムス3世の状態も気がかりですね。フォーフォードにともすれば、頼らなきゃいけない場面っていうのは増えていくかもしれませんし、グラント・ウィリアムス3世がセンターというのは、まだこのシリーズ、ボストンは起用していません。ただね、グラント・ウィリアムスもカリーとのアイソレーションは守れていないので、ロバート・ウィリアムス3世が動けている場合は、完全にスモールに行くインセンティブも少し少ないのかなっていうふうに思います。はい。さあ、ゴールデンステートウォリアーズ。2試合ともね、3クォーター圧倒しました。先ほどね、3クォーターになぜ強いんですかっていう、質問もいただきましたので、ここでお答えしておきたいと思うんですけども、これはね、KD が在籍していた時に KD が言っていたことなんですが、1クォーター、2クォーターはウォリアーズのインテンシティとか動きのレベル高さ、遂行力に、相手も気合がゲームの序盤からみなぎっているし、相手も危機感からウォリアーズにしっかり食らいつこうと集中している状態なんだけども、徐々にそれが消耗していって、自分たちがギアを上げるというよりは、自分たちはずっと安定飛行なんだけども、相手がそれについていけず失速するのが3クォーターだという言い方をしていて、これはね、本当実に言い得て妙だなというふうに思いますね。僕もね、その言葉を聞いて以来、なるほどなっていうのはすごく感じています。さあ、3クォーター圧倒しているウォリアーズ。3クォーターの終わり、1分17の間にプールが6点稼ぎ出してくれましたね。
はい。この辺はね、すごく、ありがたかったんじゃないかなとは思いますけれども、うん。ジョーダン・プール、まだまだね、貢献度は上げられると言いますか、上げていかないといけないんじゃないかなというふうに思います。オフェンシブレーティングについては触れましたけれども、うん。ゲームを通じて、結局ゲーム1は108点上げて負けたウォリアーズ。ゲーム2は107点上げて勝利したウォリアーズ。一方で、ボストン・セルティックスが非常に、88点と少なかった。これはウォリアーズのディフェンス半分、僕はボストンの至らなさ半分だと思っています。なのでね、ウォリアーズとしても、なんていうんですかね、攻撃面でも全てが三つ腹なのかっていうのは、実は僕もゲーム3を見てみなきゃわからないと言いますか。ボストンにもゲーム2も勝機があったことを考えると、まだまだシリーズ長くなっていくんじゃないかなというふうに思いますね。ウォリアーズのワイドオープンのスリーポイントっていうのも、決してゲーム2、大きく増えたわけではありませんでした。ゲーム1は33本ありましたけども、ウォリアーズのオープンのスリーポイントも30本しかなかったわけですよね。やっぱりカリーが、超絶だった部分は大きいんじゃないかなと思いますし、ボストンがターンオーバーした後のやっぱり効率のいいクロスマッチアップなども生まれた、そのトランジションが一番大きかったのかなというふうに思います。はい。そういう意味では、カリーはね、相手がドロップにしてくるんだったら、このまま得点を伸ばしていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。あとはスモールラインナップで、やっぱりゲイリー・ペイトンセカンドが戻ってきて、スモールラインナップでウォリアーズが崩れる回数が減ったっていうのは、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。というわけでね、クレイ・プールがまだ完全に乗り切れてないっていうところで、オフェンスもまだ完全に吹っ切れて状態とは言い切れないウォリアーズですけども、それも、ゲーム3、ゲーム3では見ることができるのか。あとはね、ビエリッツァが引き続きディフェンスでも貢献できるのか。そうなれば、ウォリアーズも引き続き主導権を、握れるの、アウェーでも握れるかもしれないかなっていうところで、こういったロールプレイヤーの活躍にも期待したいなと思います。ゲーム3、非常に非常に重要です。今僕がお話しした戦術面での駆け引きももちろんですけども、過去、40回 NBA ファイナルでは2戦終えた段階で1勝1敗並んだ、ケースがあります。ごめんなさい。過去39回。これが40ケース目ということなんですけども、そのうちゲーム3に勝利したチームはですね、最終的に NBA ファイナルを制する確率が 82.1%。これまでは32勝7敗ということになっていますね。わおということで、ゲーム3、ね、展望のとこでもお話ししました。ゲーム1、3、5、こういったところがね、僕が一番、シリーズの対局観の中では見ていく非常に重要なゲームですよっていう中で、その通りの進み方にはなってきているのかなっていうふうに思いますね。いやー、面白そうですね。はい。というわけで、皆さん、ご清聴ありがとうございました。いやー、1時間と言わず、1時間20分ぐらい話したのかな。というわけで、ここからは、クロージングになりますけれども、皆さんからの、スーパーチャット、ビッグ感謝、そして質問の方もね、ぜひお待ちしています。まずはね、たかさんから、ビッグ感謝いただきました。ありがとうございます。ゲーム2も振り返りありがとうございます。こちらこそ。平日なので、明日の通勤時にアーカイブで楽しませていただきます。ぜひぜひ。クリスさんの適切な解説と、畑井さんのテンション高い実況のコンビプレイ、素晴らしいです。そうですか。コンビプレイね。はい。僕らもね、僕も一番大事にしているのはコミュニケーションですね。選手の時にそれは学んだことですけども、様々なね、実況の方とお仕事させていただいています。幸い NBA の方は、顔を合わせたことが多い方々と、試合中継をさせていただくので、僕の傾向とかも知っていただいているっていうのはあると思うんですけども、必ずゲームの前に、僕は今日のゲームこういう、ところに注目していますっていうのを、3点ぐらい挙げさせていただいて、この点についてはこのタイミングで話したいです。
この点についてはゲームのこのぐらいの局面で話したいですっていうことを、お伝えさせていただいています。それによって、いくばくか、ゲームが我々も進めやすくなったりだとかするんじゃないかなと思ってやらせていただいています。それは、B リーグのお仕事で、初めましてでお仕事をさせていただく実況の方も同じですね。こういったコミュニケーションは、すごく大事なんじゃないかなっていうふうに思います。ワンダーボーイ77さん。永田さん好き。そうですね。永田さんもしっかりですね。でも皆さん、勉強熱心でね、食らいついてきてくださるので、非常に楽しくやらせていただいております。佐々木クリス、切り抜きさん、ビッグ感謝です。いつも丁寧な、解説、ビッグ感謝です。以前、ゲーム7でボストンと予想されていましたが、ここ2試合のアジャスト合戦を見て、心境に変化はありますか？加えて、ファイナル MVP 予想をお願いします。そうですね。シリーズのナンバーワンプレイヤーがステフ・カリーであることは間違いないです。これはある意味、マイアミのシリーズもね、ジミー・バトラーが健康体であれば、ジミー・バトラーがファイナル MVP でもおかしくなかったのかなっていうぐらい、ジミー・バトラーがナンバーワンプレイヤーだったんですが、僕自身はね、ボストンの、なんていうんですかね、伸びしろも踏まえて、ボストンがゲーム7で勝利しますよっていうことを、予想させていただいてるんですね。このゲーム2のようなターンオーバーっていうのは、ある意味想定内といいますか、このシリーズで重要になってくるのは、ターンオーバーですよ。お互いターンオーバーをしてしまいがちですよね。逆にウォリアーズはそれをカンファレンスファイナルでもう乗り越えて、このファイナルではあまり、大きな問題にはしてませんけども、ゲーム1で敗れた要因にも、なっていたのは事実だと思うんですね。なので、ボストンがこのように成長痛を、感じてしまうのは致し方ないなっていう中で、そうですね。ファイナルでね、敗れたチームから MVP が選ばれたのは、最後はね、NBA のロゴになっているジェリー・ウェストさんですよね。2015年のレブロン・ジェームスなんかも敗れながらファイナル MVP に選ばれるべきだっていう論争がありました。イグダーラではなく、レブロンがふさわしいんじゃないかという声もありましたし、今をね、振り返ってみると、本来だったらステフ・カリーなんじゃないかっていうふうに考える方もね、現地でもすごく、多いんですけども、そうだな。僕は、まだまだ5ゲームありますので、テイタムがね、ここからさらに大爆発するっていうことも全然あり得るんじゃないかなっていうふうに思いますし、この後のカリーに対するディフェンス次第ではね、カリーが、ここまでの数字を、残せないっていうことも、出てくるんじゃないかなっていうふうには思います。はい。なんでね、特にボストンインセブンっていう、予想を覆すには至ってないんじゃないかなっていうふうに思いますし、ゲーム1のボストンの取り方とか見ると、ゲーム2も勝機あったので、ボストンイン6も、ありえなくはないのかなと思いつつ、このゲーム2はね、もう、ある意味ボストンがゲーム1取ったことがウォリアーズに火をつけるっていうのも、予想に難しくなかったので、ウォリアーズがね、この気迫をまた維持できるのかっていうところはそうですし、ドレイモンドの綱渡りがどこまで通用するのか、もう僕も尊敬する素晴らしいプレイヤーだと思いますけれども、ね、ウォリアーズは2016年もありましたけど、ちょっと火遊びが過ぎると、ちょっとね、やけどをしてしまうというところもありますので、こればっかりはね、なかなか読み切れないですね。やっぱり長いシリーズ、期待も込めて、楽しみたいなと思います。ごめんなさい。なので、今は予想は変えないかな。ゲーム3を見てみたい気もしますけど、ゲーム3がボストン取ると、ボストンが6戦でっていうこともありえるんじゃないかなと思います。はい。ピナコロさん、ビッグ感謝いただきました。クレイのディフェンス面に関してですが、ドライブで抜かれるシーンが多くて心配という声が多いです。ゲーム2ではホーフォードを守ったりして、ポストディフェンスや止まった状態からのディフェンスはそこまで下がっていないように思います。ディフェンスローテやヘルプポジションに関してもそこまで下がっていないようには思え
下がっているようには思えないのですが、見解をお願いします。そうですね、僕自身は、ゲーム1で、ジェイレン・ブラウンを止められなかったことだとか、なんていうんですかね、まあ、ゲーム2でスティーブ・カーヘッドコーチもこうラインナップといいますか、マッチアップを変更しているだけにですね、やっぱりクレイがかつてのその2019年の怪我する前のクレイの状態でディフェンスできていないっていうのは致し方ないんじゃないかなっていうふうには思いますね。ですが、ポストディフェンスであったり、逆にね、クレイ、の、ポストからのフェイダーウェイっていうのは必ずしも必要じゃないかなっていうふうには思うんですけども、ポイントポイントで飛び込みからですね、プリチャードとか、もっと背負ったアタックとか、そういうのは入れてもいいのかなっていうふうには思います。どうしてもね、横方向の動きっていうのは落ちてしまったのかなっていうふうには思いますね。あとは、あれですね。そうだね。それで言うと、ボストンももっとポストアップ使ってもいいかもしれないですね。得意なのが、エルボーに2人立たせて、ね、ポイントガードがいて、ホーンズ系のアクションをするような素振りを見せといて、一回エルボーにボールを当てて、そこからジェイレン・ブラウンとかが飛び込むっていう形なんで、ジェイレン・ブラウンにドレイモンドをつけてるんで、もうそれは不可能になってしまいましたけれども、テイタム、ウィギンス、そうだな。そうするとできるのは、マーカス・スマートがステフ・カリーに、そういうポストとかやるとかね。そういうのは、節々に盛り込んでもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。さあ、そういう感じでやってまいりましたけども。優勝予想を補足するとね、展望でも話しましたけども、ウォリアーズが上回る展開っていうのは十分に考えられますし、それはまたウォリアーズの経験値と彼らの、バスケットボール講者としての、力がね、十二分に発揮された時なんじゃないかなっていうふうに思いますし、いずれにせよゲーム7っていうふうに予想しているっていうのは非常に実力拮抗、五分五分に近い力の両チームなんじゃないかなっていうふうには個人的には思いますけどね。イエーイ、めっちゃホリデーさんからビッグ感謝いただきました。クリスさん、ゲーム4で解説最後でしょうか？とりあえずお疲れ様でした。来シーズンもよろしくです。はい。締めくくられてしまいましたけれども、そうですね。これは NBA 楽天さんのスケジュールではどういうふうになってるのかな。それ次第ではお答えできたり、できなかったりっていう感じですけども、そうですね。6月20日の第7戦まですでに発表になってますね。ということで、僕の解説は、ゲーム4が最後になりそうですね。はい。ね締めには早い、ユージーさん。はい。いやいや、でもね、来シーズンもよろしくっていうのはちょっと早いかなと思うんですけど、ねぎらっていただけるのは非常にありがたいですね。ね、もちろん NBA ファイナルですので、この佐々木クリス YouTube チャンネル、総力を挙げてですね、こういったね、生配信のスタイルっていうのが、やっぱり一番やりやすいっていうのを改めて感じた昨今でございますから、はい。こういった形でね、引き続き全力を挙げて、やっぱりね、ゲーム解説をするのが一番解説者としてはありがたいことなんですけども、僕が、できる限り、ここで、の解説も頑張らせていただきたいなと思います。はい。さあ、というわけで、皆さん他にご質問などありますでしょうか？はい。毎試合解説してほしいです。いや、本当に嬉しい限りです。はい。いかがでしょうか？さあ、僕のね、喉も結構、酷使されてきましたね。割とテンションが上がって、声を張りすぎちゃうっていうのね。バスケットニャーニャーさん、オフシーズンもやってほしいです。オフシーズン、
やると思います、今年は。去年はですね、ちょっとお休みさせていただきましたけども、節々で、こんなに更新頻度は高くないかもしれないけど、ちょっとね、NBA75 シーズンにまつわる、なんか歴史も感じられる企画ないかなと思っていて、ただレギュラーシーズンは忙しくてなかなか手つけられなかったんですけど、僕はね、例えばですね、選手のシグニチャー列伝、要するに必殺技の歴史みたいなのをちょっとやりたいなと思います。ちょっとね、佐々木クリス的オール75チームとか、まあそういうのを選ぶのもちょっと野暮かなと思うので、ちょっと違った感じで NBA75 年間の、なんかね、お祝いをしたいなというふうに思います。ケンチャーさん、ビッグ感謝いただきました。ありがとうございます。そろそろクリスさんの仕事を納めってことは、佐々木クリスチャンネルでもヒューストンの話をしないとですね。ヒューストンの話しないとダメですか？ヒューストンの話、そうだな。今はもう NBA ファイナルに躍起になってたから、あれですけど、そうですね。うん。グリーンはね、僕の予想に反してですか？あれ、僕の予想、佐々木クリス的なオールルーキー、セカンドチームに入れたんですよね。でも、ファーストチームに入りましたよね。ロケッツファンとしては嬉しい限りじゃないですか。うん。まあ、後半の巻き返しはね、すごかったですからね。はい。ごめんなさい。今、ヒューストンの話できるのはそれぐらいかな。あとはジョン・ウォールどうなっていくのか。うん。この辺は気がかりではありますけど。はい。そして、ゆういちやさん、ビッグ感謝いただきました。ロバート・ウィリアムスがいる以内で、ゴールデンステイトのペイントアタックの数は変わっていますか？うん。それはグッドポイントでしたね。ちょっとそこまでは統計取れてないです。ごめんなさい。うん。でも前回の、動画で解説した通り、ロバート・ウィリアムス3世がいるだけで、その精神的な抑止力っていうのは全然違うのかなっていうふうに思います。で、逆に、ボストンに関しては、ロバート・ウィリアムス3世が下がった時にこそスイッチしていった方がいいんじゃないかなって思います。それはやっぱりホーフォードもグラント・ウィリアムスもカリーのドライブを止めることができてないんですよね。で、その後に1戦目で抜かれちゃうとリムプロテクターがいないので、リムプロテクターがいるときにはもっと積極的に、スイッチしてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。うん。はい。そんな感じかな。はい。ピナコロさん、ビッグ感謝いただきました。ちょっと関係ないですが、ウエストのカンファレンスファイナルで同時通訳、本当に助かりました。聞きながらクレイのインタビュー、泣いてしまいました。うん。いや、僕も結構感傷的になるんですよ。ああいうインタビューはね。レブロンの初優勝の時とかもね。うん、そうでしたし。楽天さんにクリスさんいない時でも同時通訳お願いしていただきたいです。いや、まあ、こういったね、ご依頼はいただくことはあるのかなとは思うんですけども、まあ、佐々木クリスの、なんていうんですかね、力を皆さんあまり過大評価しないでいただきたい。皆さんのご意見っていうのは、一お客様として、皆さんのご意見が一番強いと思いますので、皆さんが意見があるとしたら、ここではなくて、一番ダイレクトに届く形でお届けするのが、えーお客様は神様ですから、お客様、カスタマーは神様ですから、一番いいんじゃないかなというふうには、個人的には思います。トビさん、クリスさんの喉がいかれるまで話してもらいましょう。いやいやいや、ちょっと困っちゃいます。はい。そして、高優さんからビッグ感謝いただきました。ボストンはもっとポストアップしても良いと思いますので、ですが、しないのはあまり効果的ではないと判断しているのでしょうか。テイタムがゲリ・ペイトンセカンドにマッチアップしていると、サイズ的にはミスマッチの気もします。ホーフォードも少ない気がしています。ぜひご意見を聞かせてください。そうですね。さっき言ったことにちょっと似てるかなと思います。で、フレックスカットとか、そのホーンズアクションから飛び込ませてっていうのはもっとやってもいいですし、例えばレイカーズがやるようなコーナーアクションみたいなのももっとやってもいいんじゃないかなっていうふうに
思いますね。エルボーにボールを当てて、そこからテイタムがジェイレン・ブラウン立たすと言って、テイタムがジェイレン・ブラウンにスクリーンして、クレイと、カリーがね、スプリットアクションするのに似てますけど、どっちについていいのみたいな、ちょっと混乱を生じさせるみたいな、そういうのももっとやってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。ホーフォードも少ない気がします。そうですね。ホーフォードは本当、ポストのちょっとレパートリーっていうのは結構限定的なビッグなので、カリーも止めて3クォーターにターンオーバーとか誘ってしまってたんですよね。なので、どこまで、ホーフォードのポストが有効かっていうのは分かんないですけど、もしそういうスイッチをした後に、やっぱり深い位置でミスマッチがあるんだったら、やっぱりね、ちゃんとそこは生かしておきたいですよね。そんな感じでいきましょうかね。さあ、というわけで、第2戦、長い時間解説させていただきました。皆さんからもたくさんの、質問も、ね、いただいて、本当にありがとうございます。コメント欄の方も、解説しながら、一応目では流し見してて、全部読むまでにはもちろん至らなかったんですけども、非常に僕が解説している間にも、皆さんね、すごくコメント欄でもすごく盛り上がっていたので、コミュニティとしては、この、生解説、ライブ解説というスタイルも、一つの、やり方ということでね、すごく、僕としても時間の節約になるので、このファイナルの間はひょっとするとこんな感じでやっていくかもしれません。さあ、というわけで、そろそろね、失礼させていただきたいなというふうに思います。シリーハントさん、1300人超えてましたよ。いやー、ありがとうございます。1300人。そうですね。最近はですね、スーパーサンクスも皆さんからね、本当に、いただいて、本当に感謝の念に耐えませんし、シーズン終わりまでの目標3万人、最近はね、サムネイルも横着して、もうそこに時間もちょっとかけられないみたいな感じになっていますけれども、もうすぐ3万人ということでね、目標も達成できそうです。本当に皆さんあっての佐々木クリスチャンネルだと、日々噛み締めております。今日もね、長い時間お付き合いありがとうございました。またぜひ次回お会いしましょう。というわけで、See ya! またね